こうさんお疲れ様です。姉さんもお疲れです。お嬢はもう寝かしつけたんですか？ええ、草雨切って罵ってましたけど。そりゃそうですよ、もう受験生ですよ。そうですね。でも夜更かしを覚えるには早いです。受験もそうですがあの子は成長期なんですから、不規則な生活を許したら、結局はあの子自身が後悔することになります。ごもっとも、でもお嬢は遊びたくて仕方ない年頃。まあ姉さんの気持ちもわかりますよ。でも姉さんの方こそちゃんとガス抜きできてるんですか？こっちに戻ってきてからほぼ休みなしでしょ？そうですね。ショップの運営と可愛い妹の親代わり、なかなか大変ですが、峠でのお楽しみがありますから前より充実感はあります。そりゃよかった。今日も行くんですか？もちろんです。でも姉さん、毎日峠で何して遊んでるんですか？時々ちょっと違うタイヤの使い方してるでしょ？自分はちゃんと見てるんですよ。あら、バレてるなら仕方ないですけど、このことはタイミングが来るまで内緒ですよ。もちろんですとも。実は、私には S によく乗りの弟子がいるんですが、少し前までは私の CTR を運転してもらってたんです。出会ってから1年半くらいでしょうか。もう、私と互角以上のレベルに成長しています。そろそろ卒業試験を兼ねて真剣勝負をするつもりです。こいつは驚いたな。でも水臭いですよ。なんで黙ってたんですか？ぜひうちでお弟子さんの車の面倒を見させてくださいよ。まあまあ、決着がついたらちゃんと紹介しますから、そう慌てないでください。相変わらず人が悪いな。見に行きたくてたまりませんよ。で、そのバトル、ズバリどう見てるんですか？やらないとわかりませんが、多分私は負けます。無敗のずんこ東北が走り屋に負けるなんて、自分には想像できないですけど。そうなの？でも、弟子はいつか師匠を超えるものです。そのつもりで鍛え上げました。なるほど、姉さんを超える S によく乗りの走り屋か。こりゃ今後が楽しみですわ。じゃあそろそろ行きますね。お気をつけて。お電話ありがとうございます。プライベートモーターショップ東北です。来ましたね、ゆかりさん。手加減なんかしたら抜きますよ。あら、ゆかりさんらしい上品な煽り方ですね。少しでもペースを落としたら抜かれそうです。でも残念、ここから上りなので私の勝ちです。相変わらず大人げないですね。こんばんは、もう少しだったのに惜しかったですね。おかげさまで、ですよ師匠。素直でよろしい。ところでゆかりさんと S によくの調子はどうですか？何か飲みながらゆっくり聞かせてください。いつも通りおごりますよ。いえ今回から私が買ってきます。あら、今更遠慮なんてしないでください。どの口が言ってるんですか？いつもろくなもの買ってこないじゃないですか。ですから、今後飲み物は私がご用意いたします。いいですね。あら、いいですね。仕方ないですね。何ですかこのラインナップは。まあささやかな仕返しにはちょうどいいですね。あ、ちょっと何するんですか？いえ、お任せっていうの忘れてましたし、ゆかりさんのことだから何か企んでる気がしまして、いただきます。ごちそうさまでした。では続きを聞かせてください。あなたって人は、それから私は飲めもしない青汁を片手に S によくの調子と慣れ具合を報告した。かなり慣れてきましたね。ではそろそろ良さそうです。何ですか？私と本気で勝負しませんか？いわゆる卒業試験の提案です。いつものように私が前を走ります。ゆかりさんの課題は、私を抜いてゴール地点まで逃げ切ることです。受けてみませんか？ぜひと言いたいですが、新しい車にはまだ少しわからないことがあるので。そうですか。なら私がそれを今日ゆかりさんに教えます。それなら、そうですね。試験は1ヶ月後でどうですか？大丈夫です。でも、もう終わりみたいで寂しいです。そうですね。でも、私は嬉しいです。ゆかりさんはもう弟子のレベルを超えています。それに私に勝ったら約束通り、いえ、もう勝ち負けに意味はありません。卒業試験が終わったら約束通り自己紹介をします。あとおまけですが、連絡先も交換しましょうね。今後は師匠と弟子ではなく、ライバルとして腕を磨き合いたいと思っています。ですから、私とのバトルを受けてもらえませんか？お気持ちはよくわかりました。よろしくお願いいたします。では今日は私が S によくを運転します。気になることは何でも聞いてください。相変わらず感覚的なことばかりなんですが。ゆかりさんらしいですね。大丈夫です。では行きますよ。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ楽しかったです。あとは当日まで自主練しておきますね。では。あ、ちょっと待ってください。ここに立ってください。何か企んでますね。一
人聞きが悪いですね。今日で師匠として教えられることは全部教えました。その記念撮影です。行きますよ。バッチリです。プリントしたらポストに入れておきますね。では1ヶ月後にまた。今日は卒業試験、スタートは11時からだ。この1ヶ月間私はいつも通り練習する日々を送った。師匠はというと、では1ヶ月後にまた、とか言いながらその後もいつものように峠に顔を出していた。いかにも師匠らしいと思う。マイペースでよく勝手なことをするけど、面倒見が良くてとても温かい人だ。いよいよか。2億にしてからぴったりついていくことはできるけど、それでも前に出れたことがなかった。勝てるんだろうか。師匠はまだ現れない。あの人のことだ。また何か企んでいるに違いない。いい加減私も学習しました。もうその手には乗りません。師匠がもたもたしている間にありがたく一休みさせてもらいますからね。嘘、もう1時じゃない。師匠は来てない。朝まで待っても師匠が姿を現すことはなかった。その後も私はいつものように峠に通い続けた。毎日、毎週毎月、約束の時間に合わせて。でも師匠と会うことはなかった。いつもなら毎日のように会えているはずだ。師匠、一体どうしたんですか？卒業試験をあんなに楽しみにしていたのに、もういい加減悪ふざけはやめてください。会いたいです。師匠。ああ、なんでここでフリーズするんですか？まあちょうどいいのでお昼にしましょうか。卒業試験の日から7年が経ちました。まだつい最近のことですが、私はマンションの部屋を売って、ガレージ付きのアパートに引っ越しました。峠へは数分でアクセスできる場所です。この7年の間、師匠には一度も会えていません。もう会えないのかもしれません。いえ、わかっているんです。ほぼ毎日のように会っていたんですから、何かあったに違いない。私はずっと喪失感と心配と後悔につきまとわれています。師匠が卒業試験を提案したあの日、私が躊躇しなければ、師匠は試験が終われば名前を教えると言っていました。個人情報だからと言って拒否していた連絡先も、その日のうちに卒業試験を受けていれば、少なくとも後悔することはなかったでしょう。また心に穴が開いてしまったような感覚です。以前の私のような落ち込み具合ではありませんが、ただ一つ思うところがあります。私の大切な人はいつかいなくなってしまう。あくまで経験を通して感じていることです。私は過去から目を背けたいわけではありません。師匠のおかげで過去を受け入れることができるようになった私は、ゆっくりですが、今も前に進み続けています。こうして、両親や師匠と過ごした日々を記録として作成する時間は、私を懐かしさと温かい気持ちで満たしてくれます。でも、やはり気分は下り坂なのかもしれませんね。お父さんお母さん、師匠。今、どこで何をしていますか？ここに来るのは何年ぶりでしょうか？ほとんど変わっていない、懐かしいですね。先輩。あら、高橋くんお久しぶりです。久しぶりですね。もう10年くらいにはなるんじゃないですか？ええ、それくらいになりますね。一度も顔を出さずにいてすみませんでした。いえいえ、こうして来てくれたじゃないですか。にしても先輩随分と印象が変わりましたね。それに先輩、俺なんかに敬語使うのやめてくださいよ。まあ、卒業後はいろいろありましてね。言葉遣いも気がついたら癖になってまして。すみません。なんか俺余計なこと聞いちゃったっすね。構いませんよ。ところで、今日はペットをお迎えしようと思ったんですが。なんか希望の種類とかはあるんですか？特に決めていません。思いつくがままここへ来たので。それなら店内をゆっくり見て回ったらどうですか？そうですね。とりあえず熱帯魚コーナーでも見てきます。先輩と言ったら熱帯魚ですもんね。みんな状態がいいやつばかりなので、ゆっくり見ていってください。何かあったら呼んでくださいね。ありがとうございます。よく管理されていますね。調整中。この子だけ、特に病気や怪我があるわけではないですね。痩せているわけでもありません。気になりますね。何今の目つきが悪い人は。高橋くん、調整中のマレーフグなんですが。ああ、あいつですね。過去に2回お買い上げされたんですけど、気に入らないから返品だったり、買い切れなくなって下取りで、結局ここに戻ってきちゃったんすよ。そこまで飼育は難しくないはずなんですけどね。でもまた同じような目にあったら気の毒なんで、調整中の札を貼ってるんです。とりあえずここにいれば俺が最後まで面倒見れますんで。そういうことでしたか。
なら、私が連れて帰ってもいいですか？もちろん先輩なら安心ですけど、でもいいんですか？構いません。あの子のこととても気に入りました。ありがとうございます。決まりですね。では先にお迎え準備を進めます。90センチ水槽と水槽台。ヒーターを2つ、照明を1つ、あとエアーポンプですね。ろ過装置は自分で作ります。それと、低床と水草ですね。水槽と台は先に自宅に配送してください。私ではとても持てないのでフォローをお願いします。残りは2日後に届くようにしてもらえれば大丈夫です。こんなところでしょうか。了解です。では1ヶ月後にまた。先輩、ありがとうございました。よかったなお前、あの人ならもう心配いらないぞ。実に10年ぶりの作業でしたね。あとは時間が経つのを待つだけです。人見知りですが、可愛げがあって憎めないやつなんです。可愛がってあげてください。もちろんです。餌はどうしますか？先輩秘伝のゴキブリなんかどうですか？めっちゃ食いつきますよ。そうですね。この子には冷凍の小魚をあげようと思います。ということで水合わせキットをお借りしていきますね。また何かあったら相談させてください。了解です。また覗きに来てくださいね。よかったな。今度こそ幸せになってこいよ。今日からここがあなたの家です。私はゆかりと言います。あなたのことは詳しく聞いています。安心してください。私は最後まであなたを家族として大切にお世話します。まずはゆっくり休んで、それから気が済むまで中を探検してください。今日からよろしくお願いしますね。ふぐ三郎。ふぐ三郎、独特なネーミングセンスだ。とりあえず餌は入れておきます。残しても構いません。好きなタイミングで食べてください。ではまた明日、ふぐ三郎。